れはでもやっていきたくなりますね。そろそろ動いていきたくなりますね。私の方は万全の体制なのでいきますかね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回もですね、将棋大津実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。はい。対局開始。相手の方は3二金とね、2手目3二金では、まあ私が居飛車をね指してますんでね、居飛車形になったんでね、3三角ですが、これは坂田流向かい飛車のねスタートですね。ただここでまた居飛車に戻るかもしれないんでわからないですが、坂田流向かい飛車でしたね。やはりまあこの坂田流向かい飛車っていうのはね、こう2四歩同歩同金とね反発してくる形がね、常道なので、それに対するね備えが必要ですね。で6二玉、まあこの6二玉をね省略して5二玉と立つような形でね反発してくるような手もあるので、この辺はね相手の方の、坂田流側のね指し手も多い、手が広いところですね。私は3六とついて3七銀型を急ぎます。これで5五角と打っても3七銀で飛車の動きでね飛車銀両で受かります。そしてこれで銀が上がって、まあこれでね飛車金に対して飛車銀の格好を作れば、まあ2四歩同金に対するね備えということですね。角です。筋違い角ですね。これ以前もねこの手をね指されましたね。そういえば、筋違い角、坂田流プラス筋違い角ですね。この指し方がまあ一部こう流行してるんですかね。これは、まあ、ちょっと面白い指し方ですけどね。これで角を起点に2筋の逆襲を狙っていくという感じですよね。さあどうしましょう。王様いきますか。これね以前も指したんですが、その時のね相手の方とはまた違う方だと思うので、まあまたねその時とねの将棋ですね、ナンバー40ですね。多分将棋要素ナンバー40の動画で坂田流向かい飛車のねこの筋違い角対筋違い角バージョンを指してると思うので、ぜひねそちらの方も合わせてご覧ください。ちょっとねまあこの将棋はもっと乱戦になったんですけど、今回こうちょっと持久戦に、ね、なりましたね。少し落ち着いた感じの将棋です。まあ5六つかなかったら4五歩ついてくるかもしれないですね。まあこれ4五歩とついて5六がついた後4五歩に同銀だと4四歩で銀が死にますので、4五歩には銀を下がるということですね。ただ4五歩とつかせてそのね弱点ですね、その使いしたところを狙っていくっていうイメージですね。さあ2筋来ましたね。同歩同飛車アグレッシブですね。かなり攻撃的なアグレッシブな指し方ですね、相手の方ね。桂馬飛んできますか。これでまあ飛車交換する手もあったんですけど、飛車交換するとね相手の方これちょっと変わった格好ですけど、打ち込むねスペースが難しいので、飛車交換は避けて指したいというところですね。さあ相手の方は手慣れた感じで角を1回出て揺さぶって端をついてきましたね。この辺独特な指し方ですね。これでもそろそろ動いてきて、銀上がると角をどこに引くんだろうか。銀上がってね角を狙ってみたいですね。まあこのね一歩がこう玉の頭の歩なんでね、結構やっぱり一歩損なんですけど、やっぱ大きな歩を取ってるっていうね、玉の近くの大事な歩を取ってるよっていうのがこの筋違い角のねなんていうんですかね、メリットというかね、まあ主張の一つですよね。で角上に出てきましたね。難しいなこれね。6六角と打つ手がね部分的にあるんですが、4二飛車で受けようということですね。まあこの歩は取らせてもいいんですけどね、取らせて指してそれで角を圧迫するような指し方もありますね。どうしようかな。この歩をつけばね、取られないんですけど、この歩つくとまた同歩でね歩損が重なるので、まあ、銀が上がるとまたそこで角を下がろうってことですかね。この辺なかなかなんですかね、緩急自在というか、まあ、収まってもうちょっとかっこいますか。まあ、この歩は取らしていいです。取っていいどうぞと。取ってきたらそこで歩をつけば、まあ歩をついたり金が上がったりとか、まあ、この角がねここに来ると結構不自由な形でしょうっていうのが私の方の主張ですね。でまあもう一手ね金も上がって、まあ、王様をねどんどん固めていくと。で後手の方をですね、この後手の方の形がこれちょっと独特、美濃囲いがね1個横にずれたような格好なんですけど、動くとこれ以上ね硬くならないんですよね。あんまりねこうがっちり固めるってわけにいかないような格好なので、私の方はね今バラバラですけど、金はもう一個ね7八金とかがあると王様はね硬くなるんでね、相手は硬くならなくて自分の方は王様が硬くなるということで、まあ、固め合いならね歩があるでしょうということですね。はい。まあ逆にまあこのいうなんていうんですかね、まあ発展性がないというか、これ以上硬くならない囲いってのは急戦向きなので、まあ一気なね早い戦いになると
その長所がね生きるんですよね。少しの短い手つくね、なんですか、短い手は少しの手間で結構スピード感のねある形に組めるということで、ただしこうゆっくりした展開になった時になんていうんですかね、駒組みの幅がね減ってくるっていうことがあるということですね。一長一短ですよね。銀上がりはやってみたい手ですね。これで金が連結しましたんで、後手もね非常にしっかりした格好ですね。ただ私の方の7八金もね非常に大きい手なのでね、8問もついてみますかね。ちょっと相手の方はね手待ち気味ですよね、この子もね。はい。さあどうしましょうか。そろそろ何か金を上がって動いていく手もあります。一回金上がってこれ4六歩と突きたいんですね。私もね4六歩とついて4五歩とついていきたいんですけど、すぐ4六歩ですと5六角と取られるので、金を上がってね5六角を消して、かつねこの角がちょっとこうプレッシャーがねそろそろかかってきましたよね。まだ今ここの4-3と4-3-2に、回収できるんですけど、例えばねこの銀が邪魔だと思って5四歩と突くと6六銀って引かれた時にねこの角がすごく窮屈になるんでね、はい、角を引きました。さあこれを歩を突くと歩を突こうってことですかね。それで銀を引く、角打つと銀上がる。なるほどなるほど。歩を突きますか。でもこれ歩ついてくると思うんですね。角を収納してから突けば、角がね、狙われないよってことですね、相手の方のね。それで銀を私の方も下がって、さあじっくりとした将棋になりましたね。どうでしょうかね。王様の硬さはねやはり私の方がしっかりしてると思うんですけれども、歩を2枚持っているのがね、後手側の相手方のね、狙いというかね主張ですね。で私の方はねやっぱ一歩持ちたいですよね。こういう展開ですね。やっぱ歩を持ちたいので次は5五歩とついてね同歩同銀とやって一歩持ちたいところですね。感じとしては歩がねないのとね1歩と2歩も違いますけど0と1歩っていうのはねより大きいので、それでこれはついていきたいですね。歩を取りに行くということですね。はい。4五歩ついて同歩で5五銀といってうまくいけばいいけど、そこまで簡単じゃないですかね。それで歩を打って角引いてね、同銀と取っておとなしく指しますか。で銀を引いてね、で相手の方角上がったんでねこの辺から動いてきそうな感じはありますね。なんか3五歩同歩2四歩とか何か、あるいは2四歩と単に打ってくるとかね。ただそんな簡単ではないと思うんですけどね。この角がどうなるかですよね。今一歩私の方が解消して、歩がなかなかね歩切れというデメリットは今こうなんていうんですかね一つ解消したので、筋違い角を打ったね振り飛車側としては角を手放したね分をどっかでこう得を主張したいですよね。例えばこの角が大活躍するとかねそういう感じになればいいですけれども。現状はねこの角が今働くね感じがないので、ちょっとそうですねこれは辛抱したような手順ですね。少しじっくり持久戦にしてって感じですね。これはでもやっていきたくなりますね。そろそろ動いていきたくなりますね。私の方は万全の体制なのでいきますかね。そうですね今これちょっと中途半端なんでね、これで同金か歩を打って同金で金歩つけていく手もありますね。どっちがいいかな。いや迷いますね。歩を打って同金で金歩つけて同金同桂も相当有力ですね。それでやってみますか。同金ですとね、4四歩で受かるんですけどもうぶつけていくと。でこの時ここつくのがね結構きついんですよ。これ桂馬は取られちゃうんですけど歩をなるとね、飛車が取れるので、これ手筋ですけどね。これどうだろう、なって取っての攻め合いでもいけそうだし、飛車を深く引いてもね一回引く方がいいかな。引いてみますか。急なって攻め合いでもね十分いけそうでした今。これはねうまくいきましたね。玉がねこれ先ほど言ったように薄いんですよね。これ硬さ途中で玉の囲い合いのねちょっとお話ししたんですけど、この私の方の囲いが硬いですよね。これねコンパクトにね矢倉と言っていいのかもしれないですけど、で、振り飛車側がねこう今駒組みの途中だったんでね、これ重く金打って飛車取っちゃってね、飛車取れの大きいんでこれはね優勢ですね。はっきりね打ってこのと金がまたこうね銀とかを攻めれそうなんですよね。こうやってね今現状金と金桂とね飛車の交換なんですけど、こう手順にね攻めれるんですよね飛車打って。これはと金入りがきついでしょうね。これはちょっと相手の方は操作のクリックミスかもしれないですけどね、これははっきりしました。
ですね。これは最後は詰みということでありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、将棋大勢実況対局の方やってまいりました。戦型が坂田流向かい飛車ということで、珍しいと言っていいでしょうね。プロの公式戦でたまに指されることはあるんですけれども、指す棋士が限られるというかね、あまり見かけることのない戦型に進んできました。そしてね、今回は相手の方がですね、筋違い角をミックスさせるということで、このね、坂田流向かい飛車プラス筋違い角という組み合わせは、実は将棋王座のね、ナンバー40の動画でですね、相手してまして、そちらの方もね、ぜひ合わせてご覧いただければなと思っております。珍しい戦型なんでね、ちょっとこういったケースもね、あまりないかなとは思うんですけれども、そちらの方と合わせてね、本局と見比べていただければなと思っております。